こんにちは、合気道 F ラボです。暑いですね。暑いですね。もう昨日道場行ったら34点。ということで今回のテーマはこちらです。逆半身片手取り体さばき3種ですね。すごいカンペ読みましたね。はい。今回は先生からちょっとご提案回りということなんですけれども、この10月で2年になりまして、もうかなり一周したかなという感じがあるんですけれども、ちょっとまた基本に戻るみたいな感じになるんですか。そうですね。はい。改めて。逆半身片手取り、の体さばきからっていうことなので。と言って習ったことがあるんですけども、はい、でも正直そう言ってやったことは1回しかないんですよ。確かにそうですね。そういう技とか型とかっていうこの表現をしたのは1回しかないんで、そんなに気楽にかしこまりました。では、動画の方をご覧いただきたいと思います。はい、逆半身片手取り体さばき、3種ということで、めったにやらないというか、普通は外転換、内転換という形でやったりするんですけど、改めてちょっと基本的なところから、逆半身片手取りです。まずこのポジショニングですね。よく見かけるんですけど、なんですかね、手が気になるのはわかるんですけど、手を見て足が内に入っているような状態。これって、稽古の時よく申し上げるんですけど、これ手離して考えたら、これ明らかに自分殴られている状態ですよ。この時点で相手を制しに行くっていうことを言われる先生もいらっしゃいますけど、まずはこの、イーブン。そこから彼が何か蹴ろうとか叩こうとした時に止められる腕になっている。逆もまたしっかりなんですけど、彼もしっかり私の中心に向かって圧が来てるので、出ようと思っても出れない。この手捨ててもそのまま押し込まれてしまうというような状態。で、ここで双方バランスが整ってますよ。で、ここからまたいろいろあるんですけども、まず自分の背中、姿勢を整えましょう。それから肩ですね。肩を落とします。もっと細かいこと言うと、上腕の外旋、上腕の回転が始まってます。で、さらに内転。こういうの外旋、それから内転。で、自分の中心に力が集まってくる。自分自身の力も、彼の押してきてくれる力も自分の中心に集まって、その上で転換ですね。で、押さえつけてるわけでなくて、持ち上げても、音を弾いても、この姿勢をたっとキープしてるだけですよ。こうやって押さえつけているわけではない。そう。いいよ、崩れるから。この状態でいますよ。いうだけですね。結果として抑えられている。ですね。抑えるのが目的ではないっていうか。で、もうちょっと細かいことを言うと、この状態で、ここを指先からって表現したらいいのか、ちょっと昔はよく指先からっていう表現をされたので、そうされる先生も多いかとは思うんですけど。ですね。それから今のは彼の押してくる力に合わせました。今度はこの押してくるここで、これ引いた場合っていうのもあるんですけど、それはちょっとまた改めて。押してくる力と自分の押されまいとする力というか、ここで力がぶつかってますですよ。この方向を変えていきます。なので、ここをキープしといて、まず自分のポジショニングを作り直します。さっき言った、これで一応イーブンな状態に。殴りかかれない。足が上げられない。でも彼も同様の状態。なので、ここを置いておいて、いわゆるアイソレーション状態というか、この手はここに置いといて、ここが緩むと、追いかけてきますから、ここでイーブンな状態、ここでバランスを保っておいて、パントマイムというか、アイソレーションというか、
ここに置いといてポジショニングを行います。それからまた鍛錬、鍛錬用ですけども、ここから腰や膝の回転、腕の回転等も使って彼の腰を崩して入っていきましょう。もう一つはやはり押してくる力を今度は上方に上に向けていきます。ずーっと上に向けて。でここは向こうのタイプによって相手がもう居ついてて動く気配がないときには自分から当て身を入れるように入っていったらいいですし、もう彼は動いてくれるので、この押してくる力をもらって、今度は上方に流しながらやりましょう。ですね。で、少し呼吸投げ調でやれば、それをこう、導いていく。渋滞の稽古。ここで外して入っていく。で、特に2番目のやつなんですけど、昨今、こう、肘の抜きを表現される方、もう増えてるようで、それはそれで、ここで当て身が入るんだ。ちょっとガッチリ押さえておいて。ここで、内から押さえておいてよ。4強かけてもいい。ここが動かないときに、やはりここを固定しておいて、肩と肘を抜いて入れていくという。肩と肘を入れて抜いて、そこでちょっと我慢して。はい。その後、腰を切る。あ、ごめん。いうようなやり方もあるかとは思うんですけども、鍛錬としてはもうできるだけしんどい状態。足腰。中心崩さないように足腰入れていく。この螺旋、腕の螺旋、もろもろの螺旋を鍛錬していくといいかな。体さばきと言っていいのか。力に注目して言えば、押してくる力に同調します。ぶつかった力の方向を変えていきます。前に変えるか、上に変えるか。ですね。というわけで、片手取り体さばき稽古したことがありますと。はい、ありがとはい、動画の方を見ていただきましたけれども、木下さんどうでしたか？やっぱ自分は股関節の意識が足んないので、そこのがやっぱ課題だなとマインドのことながら思ってます。やる方っていうか、視点の時に視点の時もそうですし、受けも股関節の回りながら受けようとは意識はしてるんですけど、やっぱりそこら辺がなかなか難しい。ずっとやってるんですけどね。先生、これは基本の体さばきというか足さばきというか。そうですね。だから体さばきっていう表現でいいのかどうかわからないからか、私もこのネーミングっていうか、この表現で稽古したことは1回しか見たことはないです。これはこの動きで何を理解しようと考えればいいんですか？ちょっとまた説明が足りなかったのは、鍛錬もうこの鍛錬ですね。こういう合気道の特徴のこの螺旋。昔その合気道の特徴というか、うちの特徴は何ですかっていうのを先生に聞いたときに、螺旋だよって一言言われたことがあって、その時にこれを見せてもらったんですけど、その鍛錬だと、ただ手だけ回すとか肩だけ回すとかではなく、全身そうですね。はい。すみませんね。いや今そこでカメラの外で池谷さんがやってるんですけど、それ思いっきりお尻振ってあるのでちょっと違うんですよ。お尻振る問題は結構大きいんですよ。またちょっとそれも今後の動画で触れることがあるかなと思いますので、よろしければ稽古の中でお試しいただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でありがとうございました。